こんにちは、ゆうたです。今日は記憶的ルームにやってきました。記憶的ルームとはトレンドの最先端を行くインタビューのこだわりの部屋を覗き見させてもらい、部屋についてやライフスタイルを紹介するコンテンツになっております。今回やってきたこちらからですね、建築家の自邸にやってきました。僕がSNS で拝見をしてた今いるのがリビングですね。でここがなんかあまりにもちょっとインパクトがありすぎて、ぜひちょっと取材をさせていただきたいなということでやってきました。またちょっとね、多分リノベーションとかそういったところとは違う魅力があると思いますので、そのあたりのお話とか家づくりについてもお尋ねできればなと思ってます。ということでお待ちいただいているので行きましょう。今、私がいるのが1階なんですけど、今地下にお待ちいただいているのでそちらに行きましょう。はい、ということで今日はよろしくお願いします。お願いします。今回のゲストはですね、ネモさんです。ネモです。都内で設計事務所をやってます。はい、今回お越しいただいてありがとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いします。というわけで今回紹介していただくこちらのご自宅兼事務所、は間取りでいうとどういう間取りに？間取りでいうと2階に LDK があって1階に1部屋で地下1階に事務所 1LDK プラス事務所みたいな感じか。新築1年まだ住んで1年？そうですね、1年半ぐらいですね。1年半ぐらい。ちなみにこの多分土地から選んだみたいな感じになるんですか？いや、もともとここに僕の実家が建ってまして、はい、なので生まれた時からここのもともと建てた建物で過ごしてたんですけど、実家自体がおじいちゃん家と同居するっていう形で移動して、少し空き家だったりお家を貸してたりした時期があったんですけど、それを古くなってたので建て替えっていう形で建てました。はい、じゃあ今日は3階隅々まで、ちょっとお話を聞ければなと思ってるんですけど、今私たちがいるこのスペースが、事務所スペース、ということで、なんかまず地下なのに明るいですね。なんかどうですか、これはまず事務所をここに作るにあたってこだわったポイントとかそういったところの、コンセプトみたいなところも含めて何かありますか？そうですね、地下なんで、暗くなるイメージとか、ちょっとジメジメするイメージとかもちろんあったので、なるべく光がこの奥までズドンと差し込むように、南側に玄関を設けたりとか、あと風通りが良くなるように窓をいくつか配置しているので、そこで風通しがいいような形を目指して建物は作ってるんですけど、レイアウトとしても真ん中に階段があるので、デスクとか本棚とかいろんなものを壁側に寄せて人がぐるぐる回れるような動線にしてます。一番木の家具が多いんですけど、自分でデザインしたものを切って貼ってっていう形で自分で作ってます。あとはアンティークの椅子が多いんですけど、近くに中古家具屋さんがあって、そこで最初に選んで、いろんなものがバラバラに同居しててもいいようにいろんな形、だけどちょっとアンティークで統一されてるっていうのを目指してます。ここは会議スペースですね。大きいテーブルがすごいですね。これ重厚感というか、なんかちょっとヨーロッパっぽい。そうですね、これもヨーロッパのアンティークだと思います。エクステンションになってて、ここが持ち上がってその中にしまうことが、そういうことか、しまうタイプのやつか。今は出てますね。G プランっていうアンティークの中でもファンが多い椅子になってますね。最近ね、ちょっと見かける頻度がまた増えてきましたね。テーブルとか G プランで合わせられるお客さんとかもいて、ここだけちょっとハイバックになってたり、ベニヤで作ってるカジュアルなものからこういうブランドファンが多いものまで一様に寄せ集めてますね。なんかこっちは結構木でできた椅子が多いと思うんですけど、逆にこの反対側この反対側はちょっとモダンな工業的な雰囲気も少し感じるような。そうですね。これは僕ともう一人家具デザイナーと一緒に一からデザインしている椅子になってまして、いわゆるモックアップって言われるような、これから大量に作る直前のテスト品みたいな形で、キャスターありのものと黒塗装と、あと鏡面仕上げのものと2本足ちょっと太くしたもの、本当に今週だけここにあるっていう椅子です。危な間に合いましたね。じゃあギリギリ来週クライアントに見せる。そうだったんですね。クライアントに見せる前の椅子。危ね実はこれスタッキングができて、どうスタッキングするんですか？これ上から重ねるんじゃなくて、こういう形で収納することができるんですよ。この長さ分だけできます。どんどんじゃあつながっていくんですか？そうです。すごっ。そういう椅子ってやっぱないので、はい、どうしてもスタッキングすると5脚とか10脚が限界で、
そういうのじゃなくもうバーッと並べて50脚とか60脚ぐらいこう収める予定なんですけど、へえ、すごっ。そういうのができるような形になってます。ですか、なんか仕事周りのスペースは環境構築にあたってなんかこだわってるポイントとかありますか？そうですね、椅子がやっぱり好きなものを使ってますけど、まあやっぱり、はい、これは伊藤家のバーテブラっていう柴田さんがデザインしたここの柔らかさがすごいフィットするのと、ここ出っ張るんですよね座ると。こっちがのはい、座面がね、座面が、それはすごいコンパクトなのにできる、リビングにも置けるしこういう事務所としても使えるしっていうのがすごいいいところだなと。でこの足にしてる箱っていうのを、自分たちで作ってるんですけど、こっちが全部この本棚になってます。ああ本当だ、そういうことか。本棚にもなるし、並べたらデスクの足にもなるしっていう形で。これはあれですか、なんかネジを使わずにこうそうです、はめてるみたいな感じなんですか？組み込んで鳥居型のが1ユニットになってて、あでここに乗っかってますね。あっちとかだとベンチっぽく使って、高さも変えられるからそうです使い方もいろいろあるみたいな感じなのか、これがさっき言ってた、3種類のうちのまた別の種類の。そうです一本足でステンレスバイブレーションの仕上げになってるんで、もう少しこう工業的な質感になってると思います。この椅子も2つ形が変わる椅子になってて、これ今普通のモードというか一般的な椅子の高さじゃないですか、あっちがラウンジっぽいモードの椅子。そういう、これ同じ椅子なんですか？そうです、同じ椅子なんです。そうなんだ。仕組みがあって似たようなデザインで違う形じゃなくて同じ椅子なんですよ。同じ椅子、形が変えられるっていう。形が変えられる、想像がどういうこと？これどう形が変わるんですか？それがお見せできないかもしれない。お見せできないじゃあこれ完成したらもしかしたらあれですかね、ネモさんの SNS とかで上がるかも。そうですはい、これはすごい発明をしました。発明なんだじゃあ発明なんでこれちょっとまだちょっと言えないんですけど別のプロジェクトで照明デザイナーとパートナーでやってる特注照明のメーカーでモノンっていうブランドをやってるんですけど、まだそれも出来たてで、特徴が 3D プリンターを使って照明のプロダクトを作っていくっていう、これなんか今提灯をこうアップデートしたような形のものでモノンって書いてるんですけど、仮木のソファーですね、2シーターのものでいただいたものなんですけど、先輩が粗大ごみに捨てられてるところをかわいそうになって引き取ったやつっていう捨てられてたやつなんだこれ、そうなんだ。それちょっと直して、使ってます。家具はねリペアとか修理したら全然使えますもんね、壊れててもね。おばあちゃんが使ってたラグっていう。おばあちゃん、実家。そうなんだ。ネモさんのご実家の。そうです。場所を失ってしまわれてたのを引っ張り出してきて使ってます。相性がいいですね。合いますね。ここは 3D プリンターになるんですか、全部。そうですね。やっぱ僕ら設計事務所だと模型を作るっていうのが検討の一つになっていて、3D も作ったりするんですけど、昔ながらだともうこう模型を切ったり貼ったりして作るんですけど、今僕らが作ってるあの模型も3D プリンターを使って。なんか模型はもうこういうイメージがあったんですけど、今もう 3D プリンターなんですね。そうですね。いいとこ取りしてますね。やっぱ 3D で検討するっていうのも主流になってきてる。3D でこうものを作った時にこう 3D プリンターを使えば、結構スムーズに形が出せて手でこう見て検討できるっていう。これももしかしてさっきお話に上がってたプロジェクトのグラデーションっぽく色がなってる気がするんですけど。そうですね。中に色のついたフィラメントを入れていて、中本当だ、こんな感じで2層になってるんですよね。青とオレンジでブランディングとしてはサンセットっていう名前で、そういうことか。で日が沈む瞬間のこう色味を、確かにちょっとエモーショナルな感じしますね。これSee you later アリゲーターっていう、布団が吹っ飛んだみたいな英語のダジャレで、そういう面白さを作ってる。シルクスクリーンでなんかドット作ってて、これ遠目に見ると街中の写真なんですけど、フェンスに木が食い込んでる。木が食い込んでるの、一瞬手にも見えたなんです。なんで手を1枚目に。そういうこと？僕も一部写真を提供したので名前を入れてもらって、本当だ。150個作ってる中の4つ目をナンバリングも本当に入ってるんですね。ベソフォン・エルリヒスハウゼンっていう事務所にいたんですけど、大学院在学してる時にインターンで1年間仕事を参加させてもらってて、建築事務所なんですけど。海外の設計事務所？そうです。南米のチリなんですけど。チリ？チリに1年住んでました。なんでその設計事務所を選んだんですか？ですね、こういうふうに建築を抽象的に考えて表現するっていうこととか、
できてるものがやっぱりかっこよくて、僕の同級生はみんな留学スイスとかアメリカとか勉強するって人が多かったんですけど、僕の場合はもう少し実務寄りな本当にどうやって建築考えてるのかって知りたくて、ただその中でも日本でやっぱ実務やってたらいくらでもこう法律とか作り方とか勉強できるんですけど、建築家マインドみたいなところを全く離れたところで勉強したいなと思って行ってました。できてる作品とかは家を作ってる時にも影響を受けてるんですけど、去年とかは東大に非常勤でこう教えに来てたりとか。そうなんですね。はい、韓国にはあるかな。ちなみにこの南米の設計事務所っておっしゃってたじゃないですか、チリか。日本とこうチリのなんか建築感というか、なんかこう違いじゃないですけど、なんかすごく似てるんですよ。アンデス山脈って山があって、西海岸で南アメリカの西側に細長い感じですよね。なんですけど、日本の北海道と沖縄の距離の倍あるんですよ。そんな長いんだ。はい、なんで南極側の、ペンギンみたいなで、もう少し上に行くとユニ塩湖って皆さんご存知ですか。塩湖はボリビアなんですけど、砂漠側はチリアタカマ砂漠っていう砂漠があって、なんで砂漠から南極まで幅広い自然の分布があって、で地震があるんですよ。地震もあるんだ。地震もあります。で気候もそれだけ分布があって、地震があって、山もあって海もあって、結構そのあたりは似てますね。似てますね、そう聞くと。なんか決定的に違うのは、日本は自然をこう同調してこう一緒にこう乗り越えていこうとか、自然信仰があるじゃないですか。結構植民地の文化なんで、彼らの場合は強いこう建物を自然にこう対立させながらドンってそびえ立たせるみたいな、そういうところが少し僕はあるかなと思ってて、自然とは戦っていく、身を守っていくんだっていうのがちょっと考えとしては、彼らの考えも強いんですけど、そういう風な印象があるかなというふうに、馴染むのと戦っていくのとっていう。確かに向き合い方が全然違う感じしますもんね。そうですね。じゃあそういうところも含めてこのご自宅アトリエにもそういう思想というか反映されているという感じで、では今度はじゃあちょっとまた上の方に行こうかなと思うので、じゃあちょっと案内していただいてよろしいですか。失礼します。玄関になるんです。そうです。はい。表玄関って呼んでます。長いですね。長いですね。ここは道路側に面してる玄関なんですけど、事務所としての機能で、靴脱ぎはぎしてもらったりとか、ここ一応書斎スペースっていう感じになってるんですけど、自分の一人だけのミーティングとかはここでやってます。住宅とオフィスのなんかこのパーソナルなスペースとのなんかバランス感、なんかこう参考になるというか確かにそこがここの空間の意図で、少しこう鑑賞スペースになっていて、ここは床一段上がるっていうのもそうですし、こっちの奥の方までスリッパでトイレとか給湯スペースとかまで行けるんですけど、なんとなくここから上がりにくいというか、いう感じのゾーンになってますね。なんかやっぱりこう靴履くと仕事っていうモードにやっぱなんかなるから、ここだけでも全然やっぱ違いますよね。履いてるだけで。これもさっき言ってたプロジェクトのそうです。そのモノンチームの一番最初の作品になっていて、この大きさのもの、この長さってないのでこれ下からこう見上げた時もかっこいいですよね。なんでいろいろ色が混ざってますけど、結構その時試作してたみたいなやつを積み重ねてみたっていう、その本当に当時の勢いのまんま作ってるんですけど、これを今洗練させてプロダクトを作ってるっていう形です。ここはあれですか？リノリウム？そうです。リノリウム。僕リノリウムの天板好きなんですよ。本当ですか？僕も大好きで。いいですよね。今暗いからあれですけど、ワインレッドみたいな色になってます。これはまたあれですか？ヴィンテージアンティーク？はい、同じくアンティークのもので。ちなみになんかそのアンティークのもの買うときはなんかよくチェックするお店とかあるんですか？そうですね、いくつかあるんですけど、一番よく行くのはここの近くにあるカモリっていうお店で、倉庫一体型でコンテナの入れ替えが多いので、その近所なのでよく行ってこうどんなのがあるかなっていうのを。なんか僕もその SNS とかお話ではよく聞くんですけど、まだ行ったことなくて。本当ですか？でもめちゃくちゃ安いですよね。そうなんですよ。それはなんか見ました僕も。でしっかりこうリペアもしてくれてるので、オイルが足りないのはもうオイルを入れてもらってたりとか、立て付けが悪いかもう買う直前に確認して、これ大丈夫だからいいよみたいにしてもらってます。でこっちに行くと寝室になるんでしたっけ？はい。全体の中で優先順位高いわけじゃない部屋で5人がしっかり寝れるようにセミダブル2つと
向こうの玄関と同じで1段ここは下がってるんですね、下がったところに今ウールのカーペット引いてるんですけど、夜寝てる時とかも行けるので、建物としてコンセプトがコンクリートと木の家なので、木はどっちかっていうとこう生活に必要なもの、割と家具寄りに捉えてまして、1段上がるところも本当ならベッド台がいるんですけど、床にスノコを引いてそのままマットレスを置いてるっていう作り方になってて、あたかも床がこう家具のように扱ってるっていうのがこうコンセプトではあります。そっか、高さでいうとじゃあ本当は床にねほぼ置いてるみたいな状態なのか。木の床がこうコンクリートに乗ってるっていうのが特徴なんですけど、上もまあ見ていただくと天井の部分のコンクリートがちょっと出っ張ってて木が乗っかってる、そんな作り方になってるので、高さ自体はすごくギュッと低いんですよ。なんですけど段差の抑揚によってこう空間を一応広く、なるべく広く捉える。工事中の写真なんですけど、特徴がこの外壁と床一部だけっていうのをコンクリートで作って、あとは木で作るっていうのがこの家の特徴なんですけど、コンクリートって100年以上持つようなすごく強いもの、でも木は柔らかいものっていうふうに捉えて、木をなるべく生活に合わせてもう作り変えられるようにしてます。なんでさっきの話あった、ベッド台になる床みたいなのも、いろんな家具として捉えてるっていう考え方で、こう究極僕が死ぬ前にこれを全部木を取って、で新しくこうその生活に合わせた床を作り変えるっていうのもできるようなコンセプトになってます。ここなんかあれですよね、さっきの玄関か床下の衣装性とかなんか全然こう違うような感じもしたと思うんですけど、今そっち見てみていいですか。はい、板がこう横に並列でこう並んでるような感じだと思うんですけど、こっちはこう交互にとかこう組み木みたいにこうなってるというか。そうですね。この本当なら木造ってこう構造体にはこう建物の安全性を守るっていうためにこうルールがあるんですけど、この建物の場合はコンクリートが構造なので、木の部分はそういったルールはなくて、自由にこう家具のように作れるっていうところで、こっちは平行にしたりとか、こっちはバッテンにしたりとか、こっちはルーバーっぽく細くしたりとか、そういうふうにして衣装を変えてますね。こっちが裏玄関って呼んでるんですけど、生活用の動線になってて、表で事務所をやってる時は家族はこっちから。そういうことか。確かに遭遇して気まずいみたいなのがないんですね。そうですねと思って作ったんですけど、今は表から子供は「ただいま」って言って普通に入ってくるんだあ、そうなんだ。じゃあ住居スペースかちょっと案内していただいてもよろしいですか。はい。そう、ここ上も抜けてるんだ。そうです。おお、最高ですね最高ですね。すごいなマジで。一番家族が時間を過ごす場所なんで、この中で一番いいところに置こうと思って2階の光がいっぱい入る場所に開放的に作ってるんですけど、さっき見ていただいたコンクリートの箱が上まで抜けてるので、その上にこう三角の屋根をポンって乗せたような形で空間を構成してます。すごい。こういうリビングってあんま3階にあることってなくないですか？そうですね。道に近いところの1階だったり2階だったりに作るケースが多くて、3階結構こう寝室になっちゃうことが多いんですけど、寝室に1階にしたんで2階にうちの場合持ってきて、開放的に楽しく生活するっていう。窓ももう南面採光みたいな感じになってますもんねもう周りが住宅街なんで結構近いんですけど、距離が、そこをちょっとこう外しながら設計してます。そっか、確かに。しかも1階じゃないからあれか、こう歩いてる人となんか視線とか目線を感じるみたいなのもあんまり。それはないですね。確かに。これもリノリウムです。これもリノリウム。リノリウムって僕全然ちょっと分かんないですけど、こういう床に使われることってあるんですか？はい、あります。家具で今は多いですけど、昔は保育園の床とか病院の床とか、いわゆるビニールの製品が出る前の時代の素材なんですけど、そういうふうにタフな場所で使われるような材料になっていて、よく聞くのはダンススタジオとか今でも使ってるらしくて、ちょっとこう柔らかい質感になってるんで。そっか。はい。そっかいやダンスやってたリノリウムなのかなって今そうダンスやってたんで今考えちゃいましたソファースペースに入ると一段またここは下がるというか、下がって真下が書斎みたいな部分ですよね。
玄関と書斎があったところが、ちょうどこう地下へ行く階段があるんで、天井低くなってるんですけど、そんな気にならないところで一段床を下げていて、リビング正方形なんですけど、こっちのコーナーごとにこうちゃんと機能的なものを配置して、ソファー、ダイニング、キッチンと、こっちが子供がバーって遊べるようなスペース。確かに明確にこう機能がこう分かれてるんですね。それ既製品ですか？そうです。これ実は既製品でして、中目黒にあるハーレムっていうローソファー専門店なんですよ。なので、それの積み木ソファーっていう製品で、結構皆さんにこれも特注なのって作ったのって聞かれるんですけど、周りの木製の家具を合わせて作ってるので、これは既製品を使って。海外のなんか戸建てとかでよく見る、ピットリビングとかって名前があるらしいですけど。そうなんだ。あんまりこう日本で僕は今まであんま見なかったんで。そうですね。上げる方が多いと思います。ソファーとか畳スペースみたいな感じで、上げるとこういろんな方と目線が合うメリットがあるんですけど、でそれはこう広い空間にはすごく効果的で一体感があるっていう良さがあるんですけど、うちの場合少しコンパクトなので、場所ごとに視線をあえてこう変えるような設計にしてるんですよ。ソファーは低くこうちょっとおこもり感があって、ダイニングはダイニング、リビング、キッチンはキッチンと、アイレベルが変わるんで、確かにね、よりこう距離ができる。でもコンパクトなんで気配は感じるんで、より広く感じるって方向に良さが出てるというふうに意図して設計してます。やっぱ設計ってちょっと難しいですね。絶対できないなと思ったわ今話聞いてて。やっぱじゃあその適正なその広さでこのアイレベルを検討するというか、全然それで変わってくるのか。それはそうだよな、確かに。どうですか、ダイニングはこだわったポイントとかありますか？4人5人で座りやすいテーブルなんですけど、収納兼ベンチっていう感じですね。こっち側にこうおむつとかが入ってるんで、赤ちゃんがワイワイしてても収納として使ってて、こっちはこういう収納になってるんで、中も収納できるんですね。これも家具屋さんの特注寸法っていう形で、五反田のボクラっていう家具屋さんで、高知に本社があって、他のプロジェクトでもお願いしてる、よくしていただいてる家具屋さんで、カーブとか他の設計とかでも対応してるんで、よくオリジナルなんでしょって言っていただくんですけど、こうやって引いてあっちにも座れるようにして、そういうこともできるのか。 7,8 人で食事ができるように。確かにすごいな。椅子そっか、スツールがここに出てくる。そこにでここでもこうやって一緒にそうですこういうことができるのか。じゃあ結構移動しにくいんですけど。ご自宅はあれですか、ご友人とかも招くこと多いですか？そうですね。はい。これだって結構座れますよね。結構座れます。すごい。何人ぐらい来たことあります？一番多くて僕の実家も妻の実家も近いんで、実家総出でここで集まれるのか。ここで集まって確かに集まれるわ、こんだけ広いと。いいですね。こっちは大橋会館で使った試作品が、スツールもそうです。このスツールもそうだったんですね。でこっちアンティーク。あとここも上の照明が、これはなんかどういう照明なんですかこれ。初めて見るけど。そうですね。天井ここ低いので、すると邪魔だなと思って、シーリングライトってこう賃貸とかでもねついてるやつあると思うんですけど、それだとこうかっこよくないなと思って、これもなんか試作なんでちょっとラフなんですけど、かっこいいシーリングライトを作ろうっていう企画で、中にラインライトを入れて、ちょっとこう光るレンガブロックっぽく天井につけてみたっていうデザインになってます。ここはキッチンスペース。そうです。コンパクトに収納量をたくさんっていうのが、妻の要望だったのと、水洗のエリアがやっぱり一番多く時間を使う、立ったり、洗ったりするんで、周りが見渡せるようにここを中心にして、っていうのと、この照明の下、ここでもこうスペースがあるんで、みんなで餃子包んだりとか、なんか料理ここに置いて配膳するとかいうところで、この中心のエリア、そうは言ってもガチャガチャするんで、飾り棚の方のカウンターのエリアと高さを変えて、汚れてるものとか調理中のものがそんなにこっちが見えないようにするっていう工夫をしてたりします。でこっちもそっか、別に作業ができるんですもんね。今はミルクスペースになってます。ミルクスペースになってる。ツインバードっていうメーカーのコーヒーメーカーとかトースターとかすごく気に入ってますし、しかもシャープとかもこんなスマート綺麗なの出てますね。ウォーターオーブンっていうスチームオーブンですかね。あと炊飯器とか、これ象印です。象印なんだ。
スライドとかあれになってるんですよね。そうです。調理するときはやっぱ水分出るんで、ここから。へえ。しかもここもあれなんだ、収納。そうです。これキャスターついてるんですか？しかもはい、実はこれベビーゲートになってて、これでキッチンに行かないように。確かにお子さん、そっか、今だってあれですもんね、はい、今半年ぐらいなんで、半年ですもんね。ちょうどこうずりばいしてどこにでも行っちゃうんで、でもやっぱり使う時期って限られてるんで、なるべく使いやすいようにこう裏にすごっ。収納を仕込んだりとか、こっちの、お盆ですね、こういうお盆とかすげえ。こういうトレイとかって、どこかにしまわなきゃいけない。ベビーゲートにもなるし収納にもなるし。そうです。ベビーゲート史上僕見た中で一番かっこいいかもしれないこれ上はスペースになってるんですか？これは。そうですね、今ロフトなんですけど、行って使うっていう場所じゃなくて、今は季節物とか子供の使わなくなったおもちゃとかを上に乗せちゃって、この辺を広く使えるようにしてまして、上上がる時はここの本棚をはしごのようにして上がれるように本棚を作ってて、これでこうやって足かけてこうやって登っていく。そういうことか。はい、へえ。じゃあもともと上も使う想定でそうですね。収納と、基本的にメンテナンスとか掃除とかにはこう空間がある以上行かなきゃいけないんで作れるようにしてますけど、はしごを受けると結構大げさなんで、普段は本棚とか収納に使える棚をそっちにも使えるように。結構僕の趣味がなんかダブルミーニングっていうのが結構好きで、本棚だけどはしご、チャイルドフェンスだけど収納とかみたいに、そういう、それはなんか僕も結構特徴だなって今聞いてて思いました。そういうちょっと遊び心というか、うん、それ自体もこうロングライフなデザインだなっていうところもあるなと思ってて。なるほど。こっちもちなみに収納になってるんですか？ここも。そうです。ここは今こういう感じで、本当だ。書類関係書類関係のものが入るようになってる。子供の洋服とか、洋服とかもここに入るんだ。はい、最近だとリノベーションってやられる方も多いじゃないですか、費用とかで比べた時にご自身で建てるところとリノベーションってやっぱ全然予算が出たらかかるんですか？そうですね。でも同じぐらいだと思いますけど。そうなんだ。やっぱマンションを買う時に土地も買って建物も買って、で工事費もかかるじゃないですか。ちょっと結局かかる費用っていうのは近くなってくるかなとは思います。あれか、都内だと単純にもう土地がないとっていうだけか。もう東京の中心部にやっぱ土地買うのは難しい。そうですよね。ですからこのご自身で自邸を建てて、その一番のやっぱこの魅力じゃないですけど、このなんかそういうのって何かありますか？そうですね。木の部分を自分の生活に合わせて作るっていうのが、僕の割とこうライフワークというか、子供が生まれたらこの床を一段じゃ埋めるのを作ろうとか、やっぱ作れるっていうのと作りたいっていうのがどっちもあるんで、その生活に合わせて住みこなしていくみたいなことが、マンションとかの中よりも自由にできるので、そこがすごく楽しいので、資産とかコストとかそういうのもありますけど、自分の子供と過ごす生活を楽しむっていうのが、一つ自宅を持つっていうことの良さだなと思うんで、やっぱそこはなかなか比べられないというか。双子が生まれたんで、計画も何もなかったんですけど子供部屋ないじゃんって言われるんですよ。どうするの？寝室で今5人で寝てますけど、それも多分数年の話で、いずれ部屋が必要になるんですよ。確かに。そのために一応地下は3部屋子供部屋にできるように作ってまして、それの採光とか通風とかいうのを考えて部屋が割れるように一応なってます。根本さん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。そしたら最後に根本さんの方からお知らせしたいものとか、告知したいものがあればしていただければなと思います。僕がマストという会社で設計事務所をやっているので、もしよければその会社、もしくは僕の個人のインスタアカウントフォローしていただけたら、近々この自宅をこう皆さんに見学していただく機会を、オープンハウスって呼ぶものをやろうかなと思っているので、ぜひフォローして気になる方は連絡いただけたらと思います。ということで、じゃあ今後気になる方は根本さんのインスタグラム、チェックしていただければなと思います。お願いします。